38歳男です。鉄道アニメ特撮が好きなことをネクラキモいと終わり、小中といじめを受けました。そのため拒絶が極度に怖くなり、サブカルなど嫌わせそうな要素を隠し、自分を殺し生き続けています。自分で調べたらありのままの自分を出せないと孤独のままと知りました。が、未だにサブカル趣味を出すのが怖いです。世間がサブカルが受け入れるようになったのはいつ頃何のきっかけでかと、また未だにサブカルを気持ち悪がるやつを論破しちゃうのでご教示いただきたいです。残念ながらあなたが嫌われた理由はサブカルではなくイケメンではないからです。イケメンがサブカル好きだとよりモテるんですよ。要はすでにモテる人がそんな趣味があるの面白いとかっていうのがあって、なので最近イケメンの若手がアニメが好きとか漫画が好きとかって言いがちなんですよ。で実際すげえ薄いんですよ、その好きって言ってるアニメとか漫画とかが。じゃあ何好き漫画って言うとワンピースみたいなこと言われて、いや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 みたいになるんですけど、とはいえイケメンプラスサブカルはモテ要素で、なのでサブカル自体がキモいっていう時代は残念ながら終わりました。なので別に鉄道好きだ、ああそうなんだ、へえ、で別に大して気にしないが普通です。であなたが持てないのは残念ながらサブカル以外の要素です。要は昔いじめられたっていうのがあるので、引っ込み思案で自分から声をかけないとか、見た目にお金を使ってないとか、イケメンではないとかなので、まずは今着てる服全部捨ててユニクロで売ってるベーシックなやつに買い直してください。で全部爽やかな色に合わせてください。で店員さんにどれ買ったら爽やかになると思いますかって言えば、店員さん一生懸命お勧めしてるので、言われた通り買ってください。そこに自分のセンスとか反映させないでください。要はモテないやつが自分のセンスを反映させて服を買うとよりダメな方向に行くんですよ。なのでユニクロで間違っても大した金額にならないので、なのでもユニクロの店員さんにセンス丸投げしてください。でその服を着て美容室に行って爽やかに見える髪型にしてください、お任せしますって言って切ってもらってください。そこもこういうタレント好きですみたいなの出さないでください。南海キャンディーズの山ちゃんが好きなんですとか言うとひどいことになるから、なのでもうその美容室の人に完全に任せるっていうのでやって出来上がると、あと痩せてください。痩せてるだけで人ってなぜかモテるんですよ。っていうのがあるので、自分のセンスを信じないっていうので全部他人任せで見た目を変えると、他人のセンスの見た目になるので、ある程度努力はできるようになると思います。あとは出会い系だったりとかマチコンみたいなやつで、すげえしょうもない異性と話をする機会いっぱい作ってください。話が不得意な人って、自分がこの人好きみたいな人がいてると余計に喋れなくなるので、全然興味のないブサイクと話すっていうので、まず異性に対するハードルを下げてください。だからひげ親父が女装したような人とか見つけてずっと話をしてると、別にもう緊張もしないじゃないですか。きめえなひげ親父って思いながら話をすればいいだけなので、そうやって異性と話すっていうのを慣れるっていうので、ある程度異性と話しやすくなって見た目も爽やかになってっていうのになると仲良くなれる確率が上がるので、なので原因がサブカルであるって決めつけてるのが間違いだと思うので、原因をちゃんと特定してそれを解決するようにした方がいいんじゃないかなと思います。